皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1127日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1280名、戦車5両、装甲戦闘車15両、砲17門、ドローン59機、その他車両78両となっています。戦線全体では138回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ブルームバーグはアメリカ CIA 長官の最新報告書で、プーチン大統領がウクライナで核兵器を使用する可能性があると警告したと伝えました。文書では、ロシアが迅速で決定的な勝利が収められず、ウクライナがロシア領土を攻撃したため、プーチン大統領が核戦力に訴えるのではないかとの懸念が高まっていると述べています。また、記事では、ロシアでは核兵器搭載可能で、すべての低高度衛星が一瞬にして破壊される衛星の開発に取り組んでいるとされ、アメリカ議会関係者が説明を受けました。さらに、昨日ロシアが核弾頭を搭載したヤルス大陸間弾道弾を使った軍事演習を開始したことが明らかになりました。2番目。アメリカ、ロシア、ウクライナの当局者は、エネルギーインフラへの攻撃と黒海での攻撃に関する一時停戦で合意したとされていますが、詳細は不明で、ロシアは、その後、5つの制裁解除を条件として付けたため、簡単には実施されない模様です。一方、トランプ大統領は、ロシアとウクライナの戦争の解決に大きな進展があったとして、成果を強調しました。3番目。ウクライナ軍は、新しい水上ドローンカトランを開発し、その映像を公開しました。このドローンは、マグラ V5 を大幅に改良したものと考えられ、航続距離 1000km で、1隻で海上、陸上、空中の目標を攻撃できる能力があります。ウクライナのフェドロフ副首相は、このドローンを使った任務は公表できないが、海上のゲームチェンジャーとなったと、すでに実戦で使用された可能性があることを示唆しました。この水上ドローンは、魚雷、機関銃、対空ミサイルを搭載し、煙幕とフレアを発射できるほか、電子戦システムもあり、作戦中に脅威を認識して電子戦装置部分を切り離し、おとりとして使う機能があるとのことです。記事では、軍事専門家の話として、今月、黒海でロシアのガス生産施設を攻撃したのがカトラン号だった可能性があると分析しました。4番目。ロシア愛国主義者で数々のテロの首謀者として西側から指名手配された一方、プーチン大統領を批判した罪で、現在、北極圏の刑務所に服役中のイーゴル・ストレルコフ・イーゴル・ギルキンは、獄中から手記を公表し、ついにロシアの崩壊の可能性が高いと分析しました。長いので、簡単に言うと、ストレルコフは、アメリカと欧州はプーチン大統領を操ろうとし、譲歩すれば中国を怒らせて、ロシアの国家が崩壊すると指摘しました。同氏によると、アメリカは、プーチン大統領の機嫌を取り、欧州は激怒して脅迫しているが、どちらも、クレムリンから少しずつ譲歩を引き出そうとしていると述べました。しかし、それは策略であり、もし、アメリカと仲良くなって提案に乗ってしまうと、それは中国を怒らせ、ロシアにとって悲惨な運命が待っている。中国は友好的な中立国だが、我々の経済を牛耳っている。敵国になれば侵略され、
非友好的な国になるだけでも、ロシア経済は破壊して終了すると警告しました。そして、そもそも我々には、もはや譲歩できるものは何も残っていないと語り、万策尽きつつあることを悲観しました。結局、何をしてもしなくても、ロシアは崩壊する運命にあるということでしょうか？それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク、ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雨。最高気温7度、最低気温5度。今日の天気予報は曇りとなっています。この方面でロシア軍は18回の攻撃、13回の空爆を行いました。1番目。そのうち、ジュラフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが歩いて前進し、ウクライナ軍がドローンで追いかけています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第67機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この工場まで200メートルほど係争地が拡大したとして更新しました。2番目。一方、映像などはありませんが、ウクライナ空軍は、クルスクとベルゴロドの州境付近にあるコンドラトフカのロシアン軍の集結地を空爆し、施設は完全に破壊され、30人のルジアンが排除されたと報告しました。ベルゴロド方面。この方面では、ロシアンの軍事ブロガーの情報しかありませんが、ウクライナ軍が前進している模様です。1番目。そのロシアンの軍事ブロガーによると、ウクライナ軍は、昨日のデミドフカに加え、その西のポポフカの集落を占領したと伝えています。2番目。一方、その南のプリレシエは、ロシアン軍が反撃を行って奪還し、ウクライナ軍を後退させたと伝えるところがありますが、そうでないとする情報もあります。これらは、確認が取れれば、再度戦況図を更新します。3番目。その南東にあるレピャホフカでは、ロシアン軍が家畜として飼っていた鶏を盗んだとの情報があります。住民が餌をやるために戻ると、庭で兵士たちが豚や鶏と一緒にウォッカを飲み、必要な部分を切り取ってご馳走にしていたとのことです。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で6回、スバトベクレミンナ戦は24回、シベルスク周辺では6回、チャシフヤール方面では5回、トレツクの方向は19回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルジアンの日和見的な攻撃が行われています。1番目。そのうち、ドボリチナでは、正確な場所は不明ですが、ウクライナ軍が一部奪還した情報があります。ウクライナ軍のアキレス無人システム連隊のマリアレビチ副司令官は、ウクライナメディアに登場し、この方面の戦況について、敵は
我々が監視しているオスキル川で川を渡ろうとして渡ったところで、かなり深刻な損失を出している。我が軍はドボリチナで小規模だが、重要な地域を奪還したと報告していて、こちらはまた分かりましたらお伝えします。2番目。また、詳細な場所は不明ですが、ウクライナ軍の第413強襲大隊の無人機部隊は、この後方で北朝鮮の国産自走砲を発見し、破壊しました。ウクライナ軍が国産自走砲を破壊したのは、この1ヶ月で5両目になります。トレツク方面。この方面では激しい市街戦となっていて、市街地ではウクライナ軍が包囲される危険性がある中でルジアンを後退させ、抵抗を続けています。そのうち、市街地の北西の端では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが地図の場所で活動しているところが確認されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第21タイタン特殊作戦大隊の映像で、地図の場所の様子を観察しているところとなっています。戦況図では、この場所をわずかに係争地の拡大として更新しました。それ以外については、戦況図に変更のある情報はなく、引き続き市街戦が継続しています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では38回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で14回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、接触線全体に攻撃を仕掛け、局所的に激しい地上戦となっているほか、ウクライナ軍は、ルジアンの支配地に切り込んで孤立させようとしています。1番目。コトリネの集落の南側では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がドローンを使い、ルジアンを押し戻しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47砲兵旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この場所は、コトリネの北の集落への補給路となっていて、ウクライナ軍が時々反撃を行っています。直近では、今月4日にルジアンが再占領し、補給路として使っていました。戦況図では、この場所まで600メートルほど、ルジアンの支配地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。2番目。また、西側正面のソロネでは、複数のルシアンの軍事ブロガーがウクライナ軍が前進し、ソロネの集落の半分を支配していると伝えています。今のところ確認できる情報がありませんが、ルシアンの軍事ブロガーが自分に不利なことを書くときは、おおよそ事実のことが多いと考えられます。ソロネは今年1月以来ルジアンが占領していましたが、今回は複数の情報があることから、戦況図ではソロネの集落の半分までルジアンの占領地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。これらの方面では陣地戦に移行し、戦況図に変更はありません。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは5回攻撃を行い、ザポリージャ方面で限定的な地上戦となっています。ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ所長は、この方面の戦況について、ルシアンの軍事ブロガーたちは、この方面で、ルシアン軍が大攻勢をかけるべく、戦力を集結させていると伝えていた。それを西側メディアも伝えていた。しかし、蓋を開けてみると、敵は何かの任務を与えられ、攻勢を仕掛けているが、前進はわずかで、目的は達成されているとは言えないようだ。ルシアン軍は、積極的に活動しているのは事実で、和平協議の前に何らかの作戦を実行しようとした可能性があるが、今のところはうまくいっていないようだと分析しました。カミアンスケ方面。この方面では、ルシアンの攻撃が活発に行われていますが、前進は限られています。
1番目。ステポベの集落では、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が機械化攻撃を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第128国境警備旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃により、ロシアン軍は集落には到達しましたが、6両の BMD 歩兵戦闘車の損害を出し、ウクライナ軍により撃退されました。2番目。また、ゼレビャンキーの集落の北でも、位置情報付きの映像によると、ルジアンがウクライナ軍の陣地に攻撃を仕掛けていますが、ウクライナ軍も応戦し、地上戦が継続中となっています。ご覧いただいているのは、ロシアン軍の撮影したもので、地図の場所にあるウクライナ軍の陣地の様子となっています。この付近は、おととしのウクライナ軍の反転攻勢以来、ほとんど戦況図に変化のないところでしたが、今回の攻撃で、ゼレビャンキーはルジアンが占領したとして、また、地図の境界森林は、係争地が拡大したとして更新しました。その他、ハルキウでボランティア活動を行っている日本人の土子さんは、ハルキウ市長から一時居住を許可され、これまで一定期間ごとに海外に出る必要がなくなったとのことです。土子さんは、ウクライナ侵攻が始まった頃に、東京の自宅を売却し、ウクライナの地下鉄で寝泊まりしながら、ハルキウで無料で食事を提供するカフェをオープンし、ボランティア活動を行っていました。その活動が認められ、ゼレンスキー大統領から国民的伝説の称号を得ていましたが、書類の手続きが煩雑になったため、一時的に退去せざるを得なくなっていたとのことです。土子さんは、これでハルキウに留まり、ボランティア活動を続けることができますと、喜びの声を書き込みました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。